たちは6月末にこちらの新型ハイエースを購入しました。で、外見はもうほとんど変えてなくて、もう中ばっかり DIY しています。外見だけで変えた部分だけ、まずはご紹介しようと思います。一つ目は、ここ。フロントスポイラーです。ちょっと虫ついちゃってるから、ここはモザイクで。はい。で、ここだけ、まずフロントスポイラー、フレックス製のフロントスポイラーに変わってて、次にこのガッツミラーが、もともと黒だったんですけど、それを白に変えてもらいました。次は、このミラーです。シーケンシャルタイプっていうのに変わってます。これだけ自分でやったんですけど、もともとハイエースって自動じゃないので、ロックタイプで閉まるように変えました。開けるときはこうピカって光るという。かっこいいね。かっこいいよね。ここだけ自分で配線しました。ここが光ってるのがおしゃれね。うん。これ閉めると消えます。もう一つが、このホイールですね。リーンのコロラドっていうやつに変えてもらってます。ちょっとおしゃれで可愛いなと思って。レトロっぽい感じなんだよね、ここだけね。これはフレックスで買った時についてたタイヤです。ちょっとホイールの真ん中ら辺がクリーム色っぽい感じになっております。ここだけです。外見変えたのは。Maybe I might be better off alone. Think I'm gonna stay sheltered from the rain in Barcelona. それでは今からスイちゃんのこの中身を見せていきたいと思います。鍵が閉まってます。恥ずかしい気持ちはわかるよ。でも大丈夫。私がついているからね。開けていきます。こちらカーテン開けますと、このような感じになっております。まず後ろ側から説明していきますね。上から順にと言いますと、こちら、ジーパンを貼り付けました。見た目の問題ではあるかと思うんですけど、ここに木を貼ってたりするのもよく見たんですけど、私たちオリジナル風にジーンズを貼りました。これ本当はただのナイロンのね、黒いやつ、ベルトがついてただけなんですけど、締めるときに引っ張ったりできます。私が一番重宝するであろう、調理台ですね。これは引き出し式になっております。ここで、調理をするという感じですね。で、このすぐ下に引き出し式ではないんですが、広々とした収納がございまして、ここに調理器具とか、食器類とかを入れて、ここから取り出して、一旦ここ置いて、ここで調理したり、ここでガスコンロしたりとかします。引き続き収納になります。この床下収納のこちら側には、私たちが使っているワッカのワンポールテントのポールの部分が入ります。このままさっと取り出して、膜は別のとこに入ってるんですけど、ポールだけここに入ってます。で、ここに、椅子とかですね、入れていく予定になってます。で、ここはカーテンレールつけて、私たちのちょっとこだわりポイントがあるんですけど、この、こういうところ、ここ、あとここのテーブル、して、ここは色を合わせたくて、で、同じ色を塗って統一感を出して、ちょっとアクセント的な感じで入れてます。そして、ここですね。普通は白の鉄板が見えてるんですけど、ここにジーンズをコーキングして貼り付けてます。無理やりブラーって剥がせば剥がれるんですけど、簡単に貼って見えないようにしております。はい。で、ここは木の板で、下に断熱が入ってるので、ちょっと直に見えていたんですけど、ここにアルミの置いて、見えなくして、ここはコーキングで埋めて、見た目も良くしてます。ここにちょっと痛々しいものがあるのは、下のスペアタイヤを取り出せるように、ここにスペアタイヤが入ってるので、それを取り出すときはここから、こうぐりぐり回して取るようになってるので、それを取り出せるようにしてます。と忘れててね、後からしたんですけど、これで取り出しますよ。外すの。ここにね、レンチ入れ込んで、六角レンチ入れ込んで、タイヤを外します。普段は見えないようにしようかなと思って、これを目隠しにしております。こちら側も変わらずジーパン貼ってて、一応上までね貼ってて、コードがここに入ってるので、ピラッてしたらコードも触れるようになってる感じです。
はい、後ろ側のメインと言っても過言ではない、こちら、床下収納あります。これ、掘りごたつ式の床下収納になってます。普段編集で使ってるパソコンとかがあるんですけど、パソコンとかでここで作業します。実際に車中泊した時にね、これ使ったんですけど、なかなかすごく良くて、こんな感じで、パソコンを作業する時に、こう、どれだけ普段編集してないかがわかるとか言わないでください。こんな感じで。何高い？おう。いいね。っていう感じ。もしお尻痛いときはね、このクッション使ってちょっと上げて作業でもいいと思う。ここが一応扉になってて、ティーカップの取っ手にしました。こうやって開くと、このぐらいのスペース、約、なんだろうな、15センチぐらいあるんじゃないかな。の幅は取れるようになってます。滑り止めを敷いて、なんか動かないようにして、ここに直しとくっていう感じになるかなと思う。ただ、マットレスを敷いてるときはこう、開けたりはできないから、マットレスをソファータイプにしてるときには全然開け閉めできるし、これがちゃんとはまるようなタイプになってるから、閉まったらもう絶対動かない。簡単に。運転中に開くこともないです。こちら、はめ板で作った壁になるんですけど、これ一つ一つに実は真鍮釘が打ってあります。結構動画の中でもずっと叩いてて大変だったんだけど、これはもうはめ板の部分には全部真鍮釘を打って、ちょっとレトロ感を出したくてね、こんな風にしてます。この壁については自分たちでワックス塗って全部塗ってるから、まあ素材の色に近いけど、一応色を塗ってる状態になります。このテーブルも約3、4センチぐらいの分厚さはあるけど、これを上に乗っけて、人が乗っても全然大丈夫だ。俺が乗ってみたけど全然大丈夫なぐらいで、まあ、ここで基本的にご飯を食べたりとか、さっきの掘りごたつみたいな感じで作業をするような形になると思います。これコーヒー沸かしたりすることもできるよね。全然。一回やったことありますけど、ここでコーヒーを沸かす予定です。ご飯も食べます。何でもできます。一応ハイエースで、この車、貨物登録はされてるんですけど、貨物用のバーがないといけないってことで、実際に前にも取り付けられるし、ここにも取り付けられるように、周りをこううまく切り抜いた状態で、ここにも取り付けてあります。内側にも付けてあるけど、これは残したままにしてあります。で、この上の部分なんだけど、滑り止めマットを敷いて、ここに、まあ、パッと取り出せるようなものを置こうと思ってます。この辺も全部ヴィンテージ感に塗って、統一性を持たせてます。この上の部分は、これコーキングしてるんだけど、ちょっとだけ本当に全部まさとくんがコーキングで埋めて綺麗に隙間を埋めてくれてます。ここに服をかける場所があるんですけど、何かと言いますと、これをこうして、これをこうして、そしてこちらを引っ掛けます。で、わー、はい、よく見るやつです。ですが、使えないんです。なんでかと言いますと、投影プロジェクターがありません。スクリーンのみ積んでいきたいと思ってます。いつかどこかで手に入ることを祈ってまあどっちみちね、これはやりたかったことだったので、今はちょっと持ってないんですけど、どうせね買うならいいやつが欲しいので、今はちょっと節約のために買ってないんですけど、今後ね2人で映画鑑賞するの好きなので、プロジェクターを買ってここでスクリーンを楽しみたいと思います。まあこれをなんでかけるタイプにしたかというと、これを反転させて外からも見えるようにしたかったので、ここにもう打ち付けたりしてもよかったんですけど、あえて取り外し可能にして、まあ、使わないときはしまい込んでぶつかったりもしないし、こんな感じで使いたいと思ってます。小物をね、かけたいときにはこういう風にして、何かしらフックもかけられるし、プチ収納みたいな感じに。あ、これとかいいじゃん。動いてるときはかけるといけないけど、こんなこともできるんではないでしょうか。今度は左側です。左側は潰さず、あえて窓は使います。窓枠にしたくてこんな感じで作りました。あえてこの壁に沿うことで本当に広々空間を
作れてるんですけど、ここにちょっと軽く物を置いたりもできる感じで。今回はね、すごく景色のいいところで過ごしてるので、朝起きて、こうパッと開けると目の前に絶景がっていう感じで、これが本当目的で、景色を楽しむために、ここはあえて窓を作りました。で、ここに真鍮釘も売って、見た目もおしゃれになってます。何か変なものがあるなって思った方もいらっしゃるかと思いますが、こちら、AC100V100W、これもオプションでつけてもらったんですけど、ここで携帯の充電とか、冷蔵庫の充電、パソコンも充電できるね。エンジンがついてる時は、ここで充電もできるようになってます。ここにちっちゃく鍵掛けをつけました。セリア商品です。どうしても寝るときに鍵を持ってることが多いので、ちょっとかけられる場所が欲しいなってずっと思ってて、あまり見た目も邪魔にならない位置にパッとかけて、ここからね、取り出す感じです。寝るときだけって感じかな。普段はもうポッケに入れてたりすると思います。で、ここにもね、ジーパンを、ここは木を貼れなかったので、ジーパンで綺麗に隠してます。これは入りませんので、ご注意ください。突っ込んだらダメですいや、ね。突っ込んだらバリッと剥げるかもしれないから。こちらメインになります。スイッチです。ここで、ポータブル電源につないでスイッチをつけます。2つあるんですけど、天井とこちらのカウンターにつながってます。で、ポータブル電源をつけた状態でこちらも使えるようになってます。本当はちょっとここ見た目気に入ってないんだけど、この白。もう東芝のやつ使ってます。ここもね、あえて飛び出ないように作ってもらってて、全然邪魔にならない感じです。で、ここから暖房が出るように排気口を伸ばして、ここから暖房が空気が出るようになってます。で、ここから主電源が伸びてるので、これをポータブル電源につないで、電気をつけていきます。じゃあ、つないでいきます。こちら、サブマンのポータブル電源を私たちは使ってます。に、つないで、AC、上に上げてたからか。はい。つきますね。上に上げたらつくようになってます。今明るいからあれだけど、暗くなったらすごく明るくなってます。こちら、2人で頑張って手作りしたマットレスカバーです。3分割になってるんですけど、もともとはつながってて1つになってて、折りたたみ式だったんですが、車の中で折りたたんだり広げたりっていうのすごく不便だったから、もう分割してます。これ2人で切って縫い付けてミシン、りょうくんがメインでミシンを頑張ってやってくれて、私はどちらかというと手縫いの方を頑張って、これカバーだからスナップボタンっていうのかな、あれをつける作業とか手縫いでこういうのを縫ったりとかは私の方が頑張りました。こっち側にホックがついてて、この中にこれもしこぼしてもいいように赤ちゃん用の防水シーツを一応敷いて、これがマットレスになってます。スポンジタイプなので結構しっかりめ、厚さ10センチあるから快適に寝れます。りょうくんが硬いマットじゃないと無理とか言ってわがまま言ってきたのですがまあすごく寝心地がいいやつを私たちなりに選んで分割して使いやすいようにして、こっちは基本作業したりとかご飯食べるときはこっち側にして、寝るときはひっくり返して寝るようにしたくて、こっちは実際これが家に残っていた掛け布団のカバーを手縫いとかミシンとかで頑張って家族の協力も得て完成しまして、こっちはこれに直に寝るんじゃなくて、この上に敷きパッドを敷いて、寒い時はNオームとかそういうのとかで、夏とかは涼しいNクールとかめっちゃニトリの製品だけど、そういうのを敷いてから寝る、使わない朝起きてから作業するってなった場合はもうこっちで汚しても大丈夫なようにして過ごしたりしようかなと思ってます。インテリアになるようにこんな感じで作ってパッチワークを全部しました。こっつりジーパン切ってね、パッチワークをして。初めてパッチワークをして、実際パッチワークの仕方も知らなかったんだけど、YouTube で見て見よう見真似でパッチワークして、糊で箇所箇所を貼り付けて、
あまりずれないようにはしてる。ここはミシンで一応固定はしてるんだけど、この間に糊を入れたりしております。洗濯しても取れないそういう糊で貼り付けてます。で、ここはそこまでこだわらなくてよかったんだけど、ここレザーを上から付けたのは、私たちの車のオプションで、運転席、助手席にカバーを、シートカバーね。シートカバーつけてて、それがデニムにレザーのカバーがついてたから、合皮なんだけど、手芸用のものを切って縫い付けたり貼ったりして、なんか統一感出るかなと思って。これ全部手縫いでやりました。ちょっとガタガタしちゃってる。もうなんかザクって切ったりとかしてるんだけど、手作り感のある、愛着のあるマットレスが完成しました。実際に寝てみます。セミダブルサイズあるので、めちゃくちゃ優雅に寝れます。二人で暮らしてた時もセミダブルサイズだったんだけど、めっちゃ余裕で、昔と変わらず、広々と寝れるってことだね。もう人3人、ぎゅうぎゅう3人、4人ぐらい入るんじゃない？いや、それは言い過ぎ。ちょっとね、はみ出ちゃってるけど、もう全然こっち頭にしてたら、余裕だね。後ろ締めてるから足元も固定されるし、全然ずれることはありません。昼寝とか、パッて寝るときはこの状態にしても、疲れたとかって寝てもいいと思うんだけど、これに座ったままご飯とかも食べてたりとかもしていいと思う。これ実は3ウェイでございまして、これがワンウェイの一パターン。ワンウェイ。そういうことね。で、さっきの裏返したバージョンが2パターン目って感じかな。そういうねじゃないんかい。だって、そんな言葉ねえとかってパワハラ発言されたから。そう言う。で、これをソファータイプにできるようにしてます。で、こうして、で、頑張って貼り付けた。これをバックに、お尻のところをね、頑張って貼り付けて、これを背中に持ってくる。よし。これでいいか。これで、して、こんな感じでソファーになります。これは切り貼りして、頑張って貼り付けて、結構ピターってなるように糊をつけたんだけど、ポケットとかも実際そのまんま、本物のジーンズを使ってて、このエドウィンばっかりで別にエドウィン好きなわけではないんですけど、メルカリでジーンズ20本のやつを買って、それを全部切ってリメイクしてるっていう感じなので、全部エドウィンシリーズになっちゃってるんだけど、これも味があっていいかなと思って、あえて貼り付けてて、こういう端のところは、パッチワークの余りを、あえて縁取りして、しっかり貼り付けられるようにしてます。これは本当にソファーの時にすごく映えるようなイメージで作りました。こちらがマットレスを敷いてない状態になります。床だけだとこんなに広々してます。で、この下に床下収納があるので、全部開けて何箇所あるのかを見せていきたいと思います。ちなみにこの後ろについてるのは、湾曲しないように支えとして板を張ってます。計7箇所です。1、2、3、4、5、6、7箇所。で、ここは上がらないです。ここはタイヤの居場所。ここは引き出しのテーブルが入ってるので、ここは開かないようになってます。で、そこに何を入れるかはまた別の動画でご紹介したいと思ってますが、結構たくさん入ります。実際、床下収納から荷物を取り出すときは、マットレスを端に寄せてから取り出すというような感じにしたいと思ってます。基本すぐ取り出せるものは取り出しやすいところに置きたいと思います。カーテンレールはもう家用のものを使ってるので、もう茶色で統一しました。このカーテンはこの部屋の感じに合うようにっていうのと、一応僕らがデニムばっかりいっぱい使っているので、デニムに似たような、デニム生地ではないですけど、それっぽいカーテンを選びました。これはオーダーカーテンなんですけど、もうできるだけ費用を抑えるために、これ本当はくっついてたものを真ん中で切って縫って、この上の部分、名前なんていうかわかんないと、ここが付けられるように縫って、ちゃんとカーテンっぽくしました。前の方はもう専用のカーテンレールを使ったんだけど、天井に穴を開けて付けるタイプに仕切りを作れるように
まあ、これするだけで本当暖房が前の方効いたりとかね、パッと隠したい時に後ろを隠したりとか、これでキャンピングカーっぽくはなるかなと思います。これなんですけど、天井にスクリーンと似たようなやつを開けて、これでこう引っ掛けることで上にも物を乗っけられるし、まあタオルとか柔らかい系の軽いものを乗っけとくかなと思っています。なぜギターを持っていくかっていうと、全然自分上手いわけじゃなくて、本当趣味レベルでしか弾けないんですけど、本当に超趣味レベル。だけど、なんか、疲れた時とか気分転換したい時とかに、まあ趣味でこうギターを弾きたいなと思って、これセカンドストリートに行ったらたまたま3000円ぐらいで売ってたから、売った分で買えばいいやってことで買ってみました。ここのスペースなんだけど、何も置いてないけど、ここはもう基本的に荷物置きになるかなと思います。こういった冷蔵庫だったりとか、ポータブル電源の他に、できたら別のものも置きたいって今考えてるので、まあ、フローリング敷いただけで、それ以外は何もやってません。この部分なんだけど、ステップ、本当は中が見えてた、断熱材も見えた状態だったところ、こういうアルミフレームのやつで、区切ってステップの部分は隠すようにしてあります。まあ、今まで見えてた部分も綺麗に隠れたような感じかな。このアルミフレームの下の部分、これはもともとついてたやつで、ここにハイエースって書いてるし、実際ちょっと白く光るので、それがかっこいいなと思って、これはあえて取らずに残した状態にしてます。ライトもつくようになってるから、もうあえて残した状態にしました。この部分もしっかりコーキングで埋めてあります。車中泊する上で、冷蔵庫とポータブル電源を使おうと思ってるんだけど、走行充電しか充電する方法がなくて、ソーラーパネルとかもつけてないので、一応走行充電できるように、2つ配線を持ってきてます。ケーブルを隠して、ここにシガーソケットを1つ増やしてます。ここに増やして、ここからシガーソケットをつないで、ここにつなぐのと、こっち、ポータブル電源の方もこうつないで、走行中は充電ができるようにしてます。もともとついてるシガーソケットから 12V120W のやつをそのままも使うことにしました。これはちょっと増設したシガーソケットで充電するような形をとります。はい、あっという間に夕方になりました。今回は社内紹介ということで動画を撮影しましたけど、これ以外にも作った工程だったりとか、僕たちの日本一周についてのお話、これからの夢についてお話ししているので、ぜひそちらの動画も見ていただけると嬉しいです。はい、総集編もありますので、まとめてみたい方はそちらを見ていただけると、これが出来上がった工程がよりわかるかと思います。ご興味ある方はぜひチェックしてみてください。自分たちが望むように、家みたいな車になったので、もうすごい大満足しています。なんか見た目は普通の白い、真っ白いハイエースで、もちろんかっこいいんですけど、開けたら余計にびっくりみたいなのを憧れでずっと思ってたことなので、それが形になってすごく嬉しいです。家族の支えとか、まさとくんの支えとか、たくさんの方の支えがあって、これが完成しました。本当に皆さん、見てくださってる皆さんにも感謝したいですし、これからこれに乗って楽しい旅をしていきたいと思います。一生の思い出に残る日本一周、夫婦旅にしていきたいと思いますので、はい。ぜひチャンネル登録して、これからも応援よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。